おだつこちこんばんポテトです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ビジョナリーパス登場して半年以上経って復刻版来たけど、このビジョナリーって今でもビジョナリーなのかやっていきたいなと思います。このガチャ来ましたね。復刻版ですよね。これね、このガチャめっちゃいいのよね。ぜひね、まだ引いてない人は引いていただければなと思いますが、今回はその中でもここですね。このビジョナリーパスについてやっていきたいなと思います。過去にね、この検証いろいろやってきたんですけど、これね、今回改めて見たら見て、8ヶ月前だって、やばくねそんな経ってんのって感じなんですけど、まあこのビジョナリーパスがですね、今でも健在なのか、そんなところを今日やっていきたいなと思います。ということで、以前の検証結果を踏まえた上で、改めて今回検証してね、まとめていきたいなと思います。はい、以前のね、検証結果からいくんですけど、ボルコンがね、プラス8程度される、あとはパス、キック力、徹底力がプラス5から8ぐらいされるよ、コーナーとかヘディングでも効果あったよっていう感じにはなりましたね。ビジョナリーパスを受けた側の一瞬の効果にはなりますが、そんな感じでしたよと。で、今回ね、このボルコンが一番分かりやすいので、ここでやっていきたいなと思います。はい、検証方法になっていきます。トレーニングモードを使ってパス&ゴーで壁パスして、ダッシュドリブルでトラップした時にどう変わっていくのかを見ていきたいなと思います。これが一番分かりやすかったかなという感じですかね。使っていく選手はもちろんトマス・パーリーを使っていきたいなと思います。このチャンネルのエースになっていきます。初期値はね、こんな感じの能力になっています。パサーはですね、グリーズマンを使っていきたいなと思います。で、通常のグリーズマンとね、能力ほぼほぼボールコンとパス合わせてきて、この2人でやっていきたいなと思います。まずはビジョナリーパスのところからもいきなり見ていっちゃいましょう。ビジョナリーパスを受けるとどう効果が出るのかというところですね。結構ね、使ってるとわかるんですけどね。はい、ということで見ていただきました。ほぼほぼね、この丸から出ない、そんな印象はありますよね。で、あとはもう一つはね、ボールがバウンドしないとか、そういったところもね、ポイントになってくるかなと思いますので、じゃあこのまま見ていきましょう。ここから通常のグリーズマンですね、にしてやっていきたいなと思います。パーリーは何も変わってません。このビジョナリーじゃないパスの時にどう違ってくるのかというところですね。はい、見ていただきました。っていう感じでわかるかな。結構丸から出ちゃう感じっていうかな。あとはね、バウンドしがち。ボールがね、バウンドしがちって感じでしたね。わかりやすくやるとこんな感じで。このね、まずここ分かりますかね。ボール浮いちゃってるんですね、これね。この辺はね、明らかに違いがありますよね。というところで、ビジョナリーの効果は確かにあるというところは分かったので、本題はここからになっていきます。前回の結果も踏まえてですね、ボルコンも上げていきながら調査していきたいんですけど、どうしても目測になってしまいますから、そのあたりはね、ご了承ください。ということで、まずプラス5ぐらいからやっていきます。トマス・パリのボルコンプラス5にした状態ですね。ここで実際変わるのかっていうところはありますけどね。はい、見ていただきました。だいぶいい線いってる感じありますよね。この辺なのは間違いないかなっていうところですかね。で、比べていくとこんな感じでトラップのね、ボールに注目してほしいんですけど、これね、こんな感じ。もうわずかな違いではあるんですけど、ここは結構検証にとっては大事かな。毎回ではないので判断迷うとこなんですけど、ミスの時も注目したいんですけど、どっちもミスタッチしちゃった時ね、どっちもボール浮いちゃった時なんですけど、その時もね、こんな感じで、出そうになっちゃってるんですよね。なので、ミスってもボール出ないのがビジョナリーだったの。そういった違いもあるし、結果的になんですけど、この後セカンドタッチのところとかね、大きな差が出てくるわけですよね。そういうところを踏まえるとですね、ビジョナリーの方がまだ上のそうな感じというかね、今回もビジョナリーはもう少し上がってそう、5以上上がってそうな感じがしますので、目測なんで1から2、プラス1、2とかの差は結構難しいから、ここからプラス3のプラス8ですね。で、やっていきたいなと思います。プラス8ですね。前回はね、この辺でかなりドンピシャな感じになったんですけど、どうですかね、今回は。
はい、見ていただきました。ドンピシャリじゃないですか。これは結構比べていくんですけども、ここですね。出そうで出ない感じも結構同じですよね。であとセカンドタッチとかのねタイミングもほぼほぼ同じという形になっていきました。もう一つ比べていきます。ボールが浮いちゃった時ですね。この辺に関して言うとね、若干プラス8の方が良さそうな気もするんですけど、毎回ではないので、ここだけで判断難しそうかなって感じがしております。もう一個、もうちょっと分かりやすいとこ持ってきたんですけど、どっちもね、同じようなボールの位置でトラップできた時なんですけど、これね、詳しく見ると、ここ実はこんな感じで、浮いちゃってたりするんですよね。この辺に関してはビジョナリーの方が良かったなとか、なのでここでね判断難しいところではあるんですけど、目測の限界はこの辺なのかなっていう感じがしております。少なくともですね、この8前後であるところは間違いないかなと思いますので、今日は結論です。ビジョナリーパスの上昇値はボルコンプラス8前後とします。はい、ということで、見ていただきましたけども、ビジョナリーの効果自体はですね、仕様変更されてなさそうだなと思いました。とするとですね、他の部分もね、変更されてないというような、ことは言えるかなと思います。詳しくですね、こちらの動画見ていただければわかるかなと思いますけど、パスの概念とかね、いろいろ話してるんで、その辺も見ていただければなと思いますけど、ちょっとまとめておくとですね、ビジョナリーのパス受けた人への効果なんですけど、まずはボルコンね、8前後今回やりました。ここは確実に間違いないかなと思います。それに加えて今までのね、結果も言っていくとですね、キック力、決定力、ここもね、プラス5から8ぐらいでしたね。あとはパスですね、ここも5から8ぐらいになっていきましたよという感じ。で、コーナーキックとかヘディングとかでもね、効果ありますよというところと、あとはね、これワンシューとかワンパとか、スキルが一瞬間的につくとかではなさそうっていうこともね、言えるかなと思います。ということで、改めて見ていくと結構強えな、やっぱり。普通に強い。こういう選手が中盤にいるだけでかなり選択肢増えたりね、しますからね。で、この辺りは意識してね、ちょっといろいろ使ってあげてほしいなと思います。あとね、今回検証で思ったのは、ボールをもらう直前の動きっていうのは結構大事だなって改めて思いました。で、今回例えば、ボールもらう瞬間なんですけど、これね、ちょっと減速してボールを待ってるの分かりますかね。ボールを待って捉えてるの。で、これはね、ボール待たないで取りに行った時ですね。こんな感じ。こういう感じで違いが出てくると、これね、操作でどうしようもない部分もちろんあるんですけど、今意識的にこうダッシュ外すとか、そういうところは大事かなと思います。で、あとは 100% もちろん成功するわけではないと、ビジョナリー使っててもね、失敗することあるよっていうのは頭に入れておくと良いと思います。改めてこのガチャですね、ビルツ結構注目されがちなんですけど、誰当たってもかなり大当たりなんでね、そこは安心して引いていただければなと思いますので、この辺りは参考にしてもらって、ビジョナリーにびちょびちょに浸っちゃってください。はい、ここからね、雑談になっていきます。今回ね、ビジョナリーパス効果測定してですね、ここの違いがないと、変更ないということが分かったのは良かったかなと思います。なので、根本的なね、大きな仕様変更っていうのはもちろんアップデートの時にありましたけど、それ以外のところ、そのスキルとかの効果に関してはそのままっぽいというのは、ここで言えるのかなと思いました。で、今回ね、あんま言わなかったんですけど、実はこのトラップの時のインサイド、アウトサイド、インステップとかね、この辺でも結構変わってくるっていうことはね、分かりました。今回検証はですね、全部インサイドで、基本インサイドでまとめたはずなんで、検証自体間違ってはないんですけどね。でも改めて細かいよね。本当にコナミさん、本当に脱帽ですよ。この辺はですね、ちょっと、感謝しながらね、やってゲーム楽しんでいきましょう、我々はね。で、他にもね、ビジョナリーのとことかね、気になることあればコメントで教えていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレモ等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回はビジョナリーパスやってきましたね。なんかビジョナリーってどういうパスなんだろうなって思ったら、やっぱ愛がこもってるんですかね。ラブリーな感じなのかなと。また次回の動画でお会いしましょう。